かわいそう。まあでもこれ寒天パパが頑張って守り神だな。そう、守り神。寒天。お、え、できてる。できてる？今回は何をするんですか？今回はうん。地元でうん。おなじみ、この寒天パパ。うんうん。おー、寒天パパね。寒天パパ。みんな大好き。そう、みんな大好き寒天パパ。これ意外にうん。地元だけのものらしいんで。寒天パパ？うん。嘘じゃん。ほんと。今ではこの寒天パパの頑張りによって割と県外でも買えるのかな、わかんないけど、でもこのね、長野県の稲で有名な、この寒天パパカップゼリー ATC。ATC？ あ、ほんとじゃん。ATC。80度でできるって。ほんとこれ混ぜるだけでできる。そうね。すんごい。俺でもだから上手にできるから、これなら。これでなんでこんな超簡単なものをやるかっていうと、寒天パパが稲ってとこにあるんだけど、そこでしょっちゅう小さい頃行ったじゃん。僕言ってたね。そこでなんかいろいろ映像とかもさ、流れてて、なんだろう、この寒天の作り方というか、それとこの長野の寒い冬に、なんか、外にその寒天を置いといたら、こうゼリーみたいに固まったっていうのが、なんか元というか、起源らしいんだよ。まあそこはちょっと、動画調べて編集でなんかこう書いてくれると思うけど。はい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 。なるほどね。確かほんと冬、なんかよく流れてた変な日本昔話的な、なんか店内であったね。なんかその映像を見て、なんかそんなようなことを言ってたなと思って、普通はね冷蔵庫で固めるけど、もう雪にぶっ込んで、なるほど、雪で実際そのできたきっかけとなった作り方で作ってみるってことだね。そうそうそう。なるほど。そう。じゃあ作ってみましょうか。そうね。まずお湯沸かさんとじゃん。そうそうそう、お湯を沸かさんと。お湯沸かすよ。よし、じゃあ一回つくかな。ちょっととりあえずつくか。そうね、それ次第。これ昨日も使ったからさすがに。おお、ついた。もうそういうことですよ。作り方その1、80度以上の熱湯500から 550ml を用意します。お好みで熱湯の量を加減してください。また違った食感でお楽しみいただけます。次、これを熱湯に入れ泡立て器で、泡立て器あったっけ？あん中にあるんじゃない？すげえわ。そうだ、あれなかった気がする、泡立て器が。嘘。だからここはちょっと横線入れといて、スプーンでって書いてあるねこれ。スプーンで1分間よく溶かします。はい。3、カップや型に流し固めます。このタッパーね今日は、ってことですね。じゃあこのレシピ通りに作っていきましょう。じゃあ1袋で6人分だから500から550。固めがいい？柔らかめがいい？固め。固め？じゃあ200ぐらいにしとくよ。おい。じゃあ500ね。でも沸騰したらちょっと減っちゃうから600ぐらいでって感じで。オッケー。じゃあなら普通にもう沸騰させてからさ600測って入れりゃいいんじゃない？時短。なるほどね。まあそうか、少ない方がすぐ沸くもんね。はい、入れて、はい、OK、600入りました。よし、じゃあつきます。最高火力で。すげえ火力。やっぱ風ないし。よし、待機。そうね。いや、これだけならすぐは。確かに。
なんか、鳴りが甘くね。こっから漏れてる。少ないからじゃない量が。あ、そのことなり始めた。やっぱ量が少ないからじゃない。沸いたで、じゃあ500を測って。はい。じゃあ。まずは200。はい、これで500。よし、はい。じゃあ、カップゼリー、寒天パパをかけます。じゃあ、入れましょう。開けて、こういうのの6人分つっても、結局、全然足りないんだよね、1人分だと。そうなんだよ。怪しい薬じゃないよ。大丈夫よ。めっちゃいい匂い。入れよう。青リンゴのいい匂い。今白だけど、入れた瞬間色変わるんじゃない？いきますよ。すごいよね。なんで白なのに、水に入ったら青くなるの。緑。はい、混ぜて。はい。はい。急げ。1分間。いい匂い。フルーツとかもね、入れたりするとなおうまいよ、ほんと。よし、どう？いい？いいや。じゃあこれで蓋をして、じゃあ雪にどこんだね。そうね。ここら辺の雪でいいか？そうだね。よいしょ。はい、じゃあ蓋をして、さあ、この分かりやすいように、この梅の木の下に、これでまあ影にね、これで入れて、これでこうですよ。なるほどね。雪でね、固めとく。これだと、ちょっと分からなくなる可能性があるんで、よいしょ。目印ね、それ。そうです。それで、不格好な。ああ雪だるが。一瞬で崩壊したけど。まあでもそれなら、うわ。汚くなっちゃったな。あんな切り飛ばしちゃうからだよ。いけないの。でかすぎた。これちょっと可愛いぐらいのそうやつ作りたかった。雪合戦で投げる球ぐらいの。そう。これで、いいんじゃない？こうよ。いいね。これで、じゃあこれで待ってる間ちょっと雪遊びでもして、せっかくこんな積もってるわけだから。よし、じゃあとりあえずはこれで待機。はい。よし、じゃあ雪だるま作りますか。頭と体どっち作りたい？体。じゃあ俺頭ね。じゃあそっちの方が大きく作らないとってことだよ。ああ、いいよ。
であもうそれいいんじゃない？それで頭ちょうどいい。これいい？どう？汚ねいいね。汚ねえなこいつ。汚ねえな。汚ねえなこいつ。ちょっとこれでこいつは汚すぎるから、お化粧直し。こんなもん？そうだね。手と顔と作ろうか。で、この帽子の前にね、その前に、うん。ああ。なるほどね。無理でしょ。いいんじゃない？ああ、いい。俺であと顔作ってあげる。まあ、ちょっと鼻って。顔作って。うん。じゃあこの巻きで。そうだね。これいいんじゃない？あと目だ。目。あ、まあいいあ、いい。あ、いいね。あ、どう？あ、いいじゃん。お、いいんじゃない？こいつは、まあ廃墟の、まあ掃除の神こいつの名前はピラフ。ピラフ。こいつの名前は、まあ、掃除の神ピラフ。掃除神ピラフ。そう、まあ、廃墟の片付けが進むように、覚えたね。なるほどね。ここに毎回廃墟に来たら、ここに一礼してからそう作業開始。できた。うん。どう？これでピラフに聞いてみるか。寒天はできたかい？ダメだ。もう俺が食っちゃったって。ダメじゃん、こいつ。いつもの監督猫ですね。眠そう。この距離よ。今日も眠そうだね、監督。雪だから廃墟におったの？出た。さあ、寒天パパの様子はどう？あれ？雪だるまがなんかこれひどいね。溶けてんじゃん。あれ？頭がなくなってるよ。日差しが強くてもう溶けてきちゃったんじゃない？あ、顔があった。大丈夫か？悲しい顔してる雪だるま。うん。本当に悲しい顔してるじゃん。かわいそうに。まあでもこれ寒天パパが頑張って守護してくれて。そう、守り神。寒天。お！え？できてる！できてる？マジで？だってどのぐらい時間経ったんだろ1時間ぐらいは経ったんじゃない？
めっちゃ冷たいぞ。マジ？これできてるよ。ほら、完璧にできてる。完璧だよ。これいいよ。食べよう。うん。わ、いい匂い。ほら、できてるよ。ちゃんとできてるじゃん。うん。おお。しっかり冷たい。冷たい？うん。これはできてるよ。できましたね。じゃあ、切っていきましょう。半分だ、半分。半分。うん。半分グワッて。こうやって。スーッ。スー。早くやるときれいに切れる。スー。おお。入れても。よし、じゃあ食べようか。よし。いただきます。いただきます。久々よ。いただきます。うん。できてる？キンキン。なんかむしろ、ん。シャーベットになりかけのような。マジで？うん。なんかね、ちょっとね、ちょっとなんかね、氷の結晶的な感じの舌触りがある気がする。マジ？うん。うんとキンキン。雪と同じ温度になってる。うまいなやっぱ、しかもこれ寒天だから何気お腹にたまるんだよ。そう。久しぶりに食べたの、美味しいなこれほんと。あれだよね、なんかゼリーはゼリーなんだけどさ、やっぱ他と売ってるゼリーとはなんか違う美味しさだよね。そう、やっぱ寒天だからそれなりに硬さもありつつなんなんだろう。でもちゃんとゼリーはゼリーなんだよな。そうでも明らか普通のゼリーとは違うんだよ。味というか。そうなんかああいう遠足とかに持ってくようなちっちゃいゼリーあって、ああいうのって何個も食えんじゃん。味結構濃いし、これはこれでほんと6人分を2人で分けてるけど2人ぐらいじゃん。なんだ飽きない味だよね。飽きない。なんだろうな。美味しかった。美味しい。やっぱ元気出るわ。他の味も食いたくなっちゃう。何層？うわめっちゃいいじゃん。寒天ゼリー。寒天パパの種類やったらどんぐらいなんだろう。こんぐらいのそうだったらもうどんぐらいかな。全種類やったら全種類やったらさっきのでこのぐらいになる。このベーシックなフルーツ系のあれだけで10種類ぐらいある。それでも牛乳系のやつでこのぐらいになる。そっからも多分これから増えてる商品考えると多分スカイツリーより高くなるかもしれない。探偵パーマの。よし、じゃあいっぱい雪で遊べたし、美味しいゼリーもそれでちゃんと成功してね。大成功して、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。いや、寒天パパいいな。寒天パパはね、絶対家に1個ある。